こんにちは、月島です。動画の俯瞰撮影用のアイテムとしてスリックのクリエイターズクランプを購入しましたので、開封レビューをしていきたいと思います。目次です。開封と内容物の確認、各部の確認と使い方、カメラを取り付けてみる、スライディングアーム2と組み合わせる、クランプのもう一つの使い方、購入した理由、最後にまとめです。それでは開封していきたいと思います。クリエイターズクランプ本体、雲台アダプター、六角レンチ、ラバープレート2枚、保証書、取扱説明書です。次は各部の確認と使い方を見ていきたいと思います。クランプ部分は 5mm から 75mm まで対応していますので、薄いものからかなり分厚いものにも固定することができます。また、クランプ受けは反転させることができます。プッシュリングというパーツにもへこみがありますので、パイプのような丸いものにも固定が可能です。パイプの直径が 20mm から 48.6mm までに対応しています。机に取り付けてみたいと思います。私の机の厚みは約 20mm です。固定できました。かなりしっかり固定できています。ポール自体の目盛りは 400mm まで刻まれていますが、使用書によると実際のスライド量は 345mm です。カメラを載せるポールの先端には雲台の設置が推奨されていますので、7センチくらいは高さがプラスされると思います。ポール全体の長さは 505mm、クランプ部分の高さは 105mm、重さは 540g です。次は実際にカメラを取り付けてみたいと思います。ポールの先端に雲台をセットします。この雲台は以前レビューしたベルボンの自由雲台 QHD-33 です。カメラネジが独立回転しますので、とても使いやすい雲台です。次にカメラを取り付けます。取り付けることができました。クランプを操作してカメラを低い位置にセットしてみたいと思います。一番下げるとこの位置になります。自由雲台を動かすことでカメラの角度を変えられます。次にポールを伸ばしてみます。高い位置から机を見下ろす感じにカメラをセットすることができます。ただ、これだとポールが映り込んだり、真上から机を撮影することができません。ですので、同じスリックから販売されているスライディングアーム2と組み合わせると俯瞰撮影をすることができます。次はこのスライディングアーム2をクリエイターズクランプにセットしてみたいと思います。クリエイターズクランプに雲台を取り付けます。これはスリックの三脚に付属していた雲台で、クイックシューが付いているタイプです。この雲台だとクリエイターズクランプとスライディングアームをすぐに取り外せて収納するときに楽だと思いますので、この雲台を使用することにしました。スライディングアームです。雲台とセットになっているクイックシューが取り付けてあります。セットします。取り付けることができました。
こんな感じになります。先端の自由雲台にカメラを取り付けます。かなりしっかり固定されています。このスライディングアームはここで角度を変えられますので、俯瞰撮影がしやすい環境が整ったと思います。次はクランプ部分のもう一つの使い方について見ていきたいと思います。クランプ部分にはネジ穴が開いています。付属の雲台アダプターを使用することで、ここに雲台をセットすることができます。このクランプをポールなどに固定してカメラを設置することができるようになります。三脚の足の部分にセットしてみました。こんな感じになります。次は購入した理由です。購入した理由は安定性と使い勝手の向上を求めてです。私は今までスライディングアーム2を三脚にセットして机にギリギリまで寄せて使用していました。さらに今までは軽いコンデジを使用して俯瞰撮影をしていましたが、これからはコンデジより2倍以上重さがある ZV-E10 を使用して撮影します。クリエイターズクランプを使用すれば安定性と使い勝手が向上する気がしましたし、机の横に設置しっぱなしだった三脚を片付けられるのもメリットだと思い購入を決めました。次はまとめです。クリエイターズクランプがあれば工夫次第で様々な位置にカメラを固定できるようになります。さらにスライディングアーム2と組み合わせれば自由度が増しますので、これから試行錯誤しながら使用していきたいと思います。動画内で少し使用してみただけですが、久々にもっと早く買っておけばよかったと感じました。それでは最後までご視聴ありがとうございました。